憂鬱クリピースプライト。ここからキャラクターの画像の差し替えをやっていきます。この動画は1枚の画像を差し替えるだけの場合をやります。まず、この00マイキャラクターの中に右クリックから新規フォルダを作成し、テクスチャーというフォルダを作ります。テクスチャーのフォルダの色は、この、赤色。元々のこのテクスチャーの色っていうのがあるので、そこの色を指定しておこうと思います。で、動画説明欄のワンウェイのダウンロードリンクからこちらの画像をダウンロードして、ダウンロードできません。ダウンロードして、このプロアイドルワンウェイ PNG っていうのを Unreal Engine 4のテクスチャーフォルダにドラッグします。このキャラクターはプログラム界隈でちょっと有名なキャラクターで、著作権的には再配布とかは可能なんですけど、商用利用とかする場合は権利者への許諾が必要になってくるので、取り扱いにはちょっとお気をつけください。名前はプロナマちゃんと言います。画像のインポートが済んだらテクスチャーの設定をしていきます。この画像を右クリックからスプライトアクション、ペーパー 2D テクスチャーセッティング、ペーパー 2D テクスチャー設定を適用。これを押すことで、画像のにじみとかがなくなります。やらないとここはぼやっとするんですけど、ペーパー 2D テクスチャー設定っていうのを設定することで、この際がくっきりした状態になった上で、あともう一箇所、この右の下の方にあるレベルオブディテールの中のミップマップ全般設定ってところをミップマップなしにします。で、保存します。これで読み込み画像の基本設定はできました。次に読み込んだ画像をスプライトというゲーム上で使える画像に変換します。このスプライト化をするにあたっては、一箇所設定をしてからスプライト化したいっていう項目があって、まずプロジェクト設定、このプロジェクト設定のプロジェクト設定を開いて、この中のエディターの Paper2D インポートってなってるところをクリックして、このデフォルトのアンリアル単位あたりのピクセルっていうところを、この 0.32 っていうのが、これは初期値ではなく、今このグレイマンのドット間っていうのが、0.32 っていう数値になっていて、これから読み込むこのプロナマちゃんに関しては、グレイマンよりちょっと解像度が高い画像になっているので、そこの設定を変えてから読み込みたい、スプライト化したいと思います。でこの単位の設定に関しては、乗っかるブロックのサイズっていうのが基準になっていて、このアンリアルエンジンのサイズの設定っていうのが、このボックス1個っていうのが1メートル四方、1メートル ×1 メートルの四角っていうのが、アンリアルエンジン上の、基本サイズっていう形で、このボックスは1メートル1メートルっていうボックスなんですけど、ここの1メートルのボックスに、ピクセルをいくつ打ちますかっていう設定が、ここのデフォルトアンリアル単位あたりのピクセルっていう形で、このボックスの中にデフォルトだと100っていうのが100ピクセルっていうのが標準のデフォルトアンリアル単位あたりのピクセルっていうのが1っていうのが100ピクセルっていうことになっていて、今最初の 0.32 っていうのはこのボックスの値1ボックスの横幅が32ピクセルっていう設定になっています。で今回のプロママちゃんのデータは、おおよそ64っていう形で、やっていこうと思います。この辺のピクセル単位っていう扱いの部分を、合わせているとドットに統一感のある比較的まとまったドット絵の表現になるかなっていう形になるので、この辺のアンリアル単位ピクセルっていうのは、少し絵作りにこだわりたい場合は気をつけてみた方がいいかなと思います。で今回は 0.64 っていうのがこのプロナマちゃんっていうキャラクターのドットのサイズ感になってくるので、プロジェクト設定を 0.64 にします。でよくわからない場合は初期値がここ1なので、1にしておいても、別にいいっちゃいいですけど、0.64、今回は 0.64 にしておきます。で、ここの数値の設定はしたけど、違うなってなったら、後々修正する方法もあるので、その辺は後で説明します。で、数値の設定が済んだら、画像のフォルダ、ここに戻ってきます。で、このキャラクターの画像を右クリックからスプライトアクションでスプライトを作成。このキャラクターに関しては、この右クリックからスプライトアクション、スプライトを作成ってするだけで、一応スプライト化っていう状態にはなります。で、このスプライト化っていう状態にしておくと、テクスチャーの場合はバッと置こうとしても、このマテリアルに対する画像の割り当てみたいなことはできるんですけど、テクスチャーをそのまま発生させるっていうのはできなくて、スプライトの場合は、このステージ上にそのままポンと置く
オブジェクトとして置くことができるので、ちょっとその辺の用途が違う素材になってきます。で、ちょっと今、ここにテクスチャを割り当てたら、マテリアルが1個できたので、ちょっとこれはいらないので削除しておきます。で、スプライト化ができたら、このスプライトをダブルクリックで開いて、でまず設定したいのは、このピボットモードってなっているところがセンターっていう画像の真ん中になってくるんですけど、ちょっと余白もあることでここが真ん中かっていうとあれですけど、一応画像の真ん中っていう形になっていて、これをボトムセンターっていう足元に設定したいと思います。ちょっと余白があるので足元から少し浮いてますけど、ボトムセンターっていう形にして、で、そこからカスタム、数値をちょっといじりたいのでカスタムにして、そこから数値を125、ここの足元の高さが125なので125にします。で、この状態で保存します。で、先ほどその 0.64 っていう設定を数値いじったんですけど、ここにもその 0.64 が当たっていて、ここの値をいくつか設定することで後々修正することもできるので、とりあえず 0.64 っていう数値だとサイズ感が合わないなっていう場合は、ここで数値の設定をし直すこともできます。で、今回の場合はこの足元を設定してこの状態で保存して閉じます。次にスプライトをキャラクター、このグレイマンの代わりに設定するために、このスプライトをフリップブック化します。スプライトを右クリックからフリップブックを作成。名前をプロアイドル、プロワンウェイアイドルにします。今回読み込んだ画像が、この赤いのが最初に読み込んだテクスチャー、赤がテクスチャー、スプライト化したこの水色のやつがスプライトした水色の画像。で、もう一個、フリップブック化した画像が薄緑になります。少し何回も工程が必要なので若干面倒ですが、この工程で素材の設定ができました。素材の設定が済んだので、次にブループリントをいじります。ブループリントっていうデータ形式のものをいじります。で、この TP スプライト、この青のフォルダーの TP スプライトを選んで、このブループリントのフォルダーの中にあるこのサードパーソンスプライト 4way 4方向用の画像を右クリックして複製を押します。で、名前を BP アンダーバーワンウェイ、BP アンダーバープロアンダーバーワンウェイにしようと思います。この複製した BP プロアンダーバーワンウェイをこのマイキャラクターのところに黄色のホルダーの中にドラッグします。とりあえずこのデフォルトの方であるデータとこれから自分でいじるデータはちょっと分けておいた方がいいかなと思います。この移動させてきたこの BP Pro One Way っていうデータをダブルクリックで開いて、このビューポートの表示、このタブのビューポートっていう表示にして、このグレイマンの画像をクリックします。で、画面右の詳細欄、このスプライトってなってるスプライトソースフリップブックのタブをちょっとたくさん素材があって邪魔というか見つけづらいので、先ほど名前を付けた One Way っていうの検索窓に打って選択します。ちょっとサイズは合ってないですが、とりあえずこのままコンパイルして保存します。画像が差し替わったら、このビューポートのタブからイベントグラフのタブに移動して、画面、イベントグラフの下の方にあるこの黄色いコメントの部分と青緑と緑の部分に行って、でですね、この青緑の部分がフリップブックを状況に応じて切り替えるっていう設定になっていて、1枚画像の場合はフリップブックを切り替えたくないので、ここでオルトキーを押しながらクリックします。オルトキーを押しながらクリックすると、このつながっているラインが消えるので、処理としてはこのカメラの方向にスプライトが向くっていう処理だけの状態になります。こうしておくことで、1枚画像だけの場合の処理はこんな感じかなと思います。で、コンパイルして保存して、でこのエグザンプルマップに戻って、でこの BP Pro One Way を画面にドラッグします。で、この状態でちょっとプレイをしてみると、このキャラクターはまだ設定してないので動かせないですけど、プレイをしてみると、このちょっと邪魔だ。上に浮いてるやつが邪魔だ。カメラの方を向く一枚画像っていうのがこれだけでできるかなって感じですね。ちょっとこっちの浮いてる方のスプライトデータが邪魔なので消して、もう一回見てみましょうか。このキャラクターをぐるぐる回ると、一枚画像なので切り替わったりはしませんが、ずっとこっちの方を向く画像っていう感じになります。で、このプロナモちゃん、このキャラクターを選択した状態で、この詳細欄、右下の詳細欄の、かなり下の方にあるんですけど、このポー
ポーンってなっている項目のオートポゼスプレイヤーっていうのをプレイヤー0っていう扱いにすると、とりあえずプレイヤーとして使えるようにはなるんですけど、ちょっとこれの問題点としては、他にも同じ設定になっているものがいくつかあるので、他の設定も解除していかなきゃいけないんですけど、おそらくこの状態でプレイを押すと一応動かせるかなっていう感じで、他にも同じ設定になっていて動かせない場合は、この指定してないものというか、動かしたくないもののキャラクターを選んで、そいつのオートポゼスプレイヤーっていうのがプレイヤー0になっている場合はディセーブルっていう形にすると、そいつは設定されないっていう形で、複数ある場合は基本的には後から指定し、読み込んだものは後付けというか、後から読み込んだものの方が最終的には指定されるっていう形になるので、複数あった場合もプロ生ちゃんの方が再生されたかなと思うんですけど、確実に動かす場合はそこを1個だけにしておく必要があるかなと思います。という感じで1枚画像のキャラクターを動かすことはできたでしょうか。この辺1枚画像であればそんなに大量というか労力少なく作れるので、子供が描いた絵を 3D 空間上に動かしたいみたいな、そういう簡易的な使い方をする場合には、こんな使い方もいいんじゃないかなと思います。子供に一生懸命描いた絵は動くんだよ、ゲーム上で動くんだよみたいな感じで言うと、目を輝かせて絵を描いてくるようなことがあるんじゃないかなと思うので、ちょっとそういう子供に絵を描かせたいみたいな、そういう方は一度試してみるといいんじゃないかなと思います。で、今回1枚の画像の差し替えだけですが、この内容で簡単と思うか、結構複雑だなと思うか、どちらの感覚かコメントいただけると嬉しいです。どっちですかね。本当に簡単が売りになってるツールとかに比べるとちょっと手間がかかってるかなっていう気がしますし、ただゲームエンジンをちょっと触ってみようっていう場合に関しては、そんなに設定しなくても自分の絵が画像として使えるっていう感じかなという気もするので、これくらいで簡単だっていう意見が多いのか、ちょっと難しいなっていう意見が多いのかっていうのはちょっと興味があります。で、次の動画では、これは1枚の画像でやったんですけど、前後左右4枚の画像を使ってキャラクターの4方向をきれいに切り替える方法をやっていきます。よいしょ。これですね。この右、左、前、後ろっていう45度の角度はないけど、とりあえずぐるぐる歩き回れるっていう感じのデータにやっていこうと思います。